Meshtabi Season 4. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Atsui Natsu no Natsusoba 11 des. それでは早速、 Let's get it started. 1. Nishi Nopolo Koropokaru San So. のっぽろの森林の奥深く、あらま、めちゃめちゃそばうまそうチックな素晴らしいロケーションじゃござんせんか。それこそクマが出やしないかとビビるところにっていうか、クマ出たんでしょここ。どの？それで確か隣にキャンプ場は閉鎖になってたよ去年。マジで？そんな山の中にあんの？蕎麦屋さん？超山ん中ってか森ん中ってか、ここは視聴者さんのタレコミがあったお店。そうそう、情報ありがとうございました。なんとこちらミシュランガイド2017のビブグルマン選出のお店。おお、ミシュラン来ました。ミシュラン町のミシュランのお店。こちらのコロポックルさんは近隣の農家で栽培し、天日干し、石臼引きした手打ちそばを楽しむことができるんです。おお、本格的。お天気のいい日はテラス席でセミの鳴き声を BGM にいただくそば。なんとも夏らしくっていいでしょうこれ。おお、なんと美しい。ありがとうございます。まあいいか。器全体にすだちがきれいに敷き詰められて、なんとも涼しい柑橘のいい香り。これべらぼうにさっぱりするね。夏には一ときたい最高の一杯だよね。そうだね。ところでコロポックルの意味はご存知かな？知ってるよ。すすきのの交差点にある居酒屋さんでしょ。まあそのコロポックルの方が札幌では有名かもしらんが、言うたらアイヌ版のちっちゃいおじさんなんだ。ちっちゃいおじさん？コロポックルは直訳するとフキの葉の下に住む人って意味なんだって。ちっちゃいおじさんらしき人はいなかったわねここには。そりゃそうだろう。なんでもアイヌがこの土地に住み始める前から北の大地にはコロポックルという種族が住んでいて、アイヌより先住民族がいたの？そう、鹿狩りや猟に巧みで、アイヌたちはそれを教わり随分と世話になったらしいんだけど、あることがきっかけでアイヌにぶち切れていなくなっちゃったんだとさ。あっちゃー、恩をあだで返しちゃいましたけ？詳しくはウィキペディアに書いてあるよ。またワクバザヤの受け売り？どうして言えないのかね、ウィキペディア。あれ言えてないけん。2. Kita Sanju Jo Higashi 6. Soba de Kolo Ishioka. はい、こちらは東区の住宅街にあるお蕎麦屋さん。またまた視聴者さんから美味しいタレコミをいただきましたね。嬉しいね。美味しい生きた情報がいただけるのはこのチャンネルやっててよかった。本当だね。視聴者さんありがとうございます。日本中の美味しい情報、いえいえ世界中の美味しいが集まったチャンネルにしたいわね。だ。オープン直後なので2番乗り。後からお客さんがくるくる見渡したところ、おじさんたちはやっぱりセット物を注文される方が大半ね。そりゃそうでしょう。そばだけじゃパワーが出ませんでしょう。お父さんたちのそば屋事情は天丼セットとカツ丼セットでめちゃめちゃ迷うのが普通さ。普通？ここんちは豚丼セットってのもあるから超迷っちゃうよね。そうね。だけどもこちらはごぼう天が名物らしいのでね。おお、ごぼう天か、いいね。じゃじゃーん、手のひらサイズのごぼう天。もう下のそばが見えません。もうすんごいねこれ。パーデンネーのやつじゃん。でしょ？あ似てね。グローブって思った。見かけもさることながらサクサクに揚がって美味しいごぼうの皮ごと揚げてんのかな。ね、少し苦みもあっていいわ。ていうかもうこれだけでお腹いっぱいになるわ。あ、なるほどね。扇状に立ってるからふにょーってならずに最後までサクッといけるわけだ。そうなの。おろしでさっぱりと夏にいいお蕎麦ね。これはごぼうフリークの飯旅ーズに最高のお店紹介していただきました。ありがとうございました。飯旅ごぼうコレクションに追加ね。おいえ。 3. Misono Yuzuru. 近所にあると便利なゆずるさん、いつもお世話になっております。毎度どうも。夏はもっぱら天おろしなのですが、冷やしカレーってどんなんって気になるよね。はい、本来そば担当はうちの神々さんなのに、
カレーだからあんた食べてきてって言われましてね。昼カツカレーだったっちゅうのに本日の晩ご飯カレーそばナウでございます。でどんななん冷やぶっかけにカレーがかかってる的な感じ？ねえ、でもそうなのかなと思ったんだけど、ぶっかけよりもスープ多めで、塩つゆっぽいのにカレーパウダーが入ったみたいな感じかな。ちょっとわかりませんけど。なんか想像つかないね。塩カレーっぽいからさっぱりしてる感じなんかな。韓国冷麺のカレー味スープみたいな感じかな。あー、なるほどね。それに鶏肉の裂いたやつ、ささみかな、どっさり乗ってて、海藻と大根の千切りがサラダみたいになってて、素揚げのナスとピーマンがトッピングされてるの。なんかさっぱりしてていいね。でしょ、他にも美味しそうな冷やし系メニューいっぱいあってさ、目移り半端ねえっす。冷やし天おろしそば870、練り物天おろし890円。安いね。そして揚げ玉かけ放題だしね。おー、いいじゃん。これがないと蕎麦屋はさ、ってなりますからね。ならほんと好きだよね、揚げ玉。とんかつのカスバージョンも欲しいくらいさ。とんかつのカス？揚げ玉は天ぷらのカス、天かすでしょ。とんかつのカツカスさ、ふりかけ的にね。やだ、気持ち悪い。そうかな。そうだよ。ごまそばアイスってのも気になったんだけど、370円もするので今回はケン。ごちそうさまでした。それケンはい。4. Manami Yojo Nishi 20. Crepri Suki. 三条通りの西20丁目、ちょっと奥まった場所にかわいい素敵なお店がございます。そばをいただきにやってまいりましたよ。おー、随分と洒落たお蕎麦屋さんだね。でしょう。と言ってもこちらのそばはおフランス流。フランス流蕎麦？こちらは古民家をリノベーションした本場フランスのガレットとクレープの専門店。ガレットね。ガレットはフランス西部ブルターニュ地方の郷土料理。ブルターニュ地方は土地が痩せていて気候も冷涼であるため小麦の栽培が困難、そばが常食とされていたそうな。古くはそばがゆやそばがきにして食べていたんだけど、そばがゆを偶然焼けた石の上に落としたところ薄いパン状に焼き上がることを発見。そば粉を焼いてパンの代わりに食べるようになったんだそうですよ。出ました。棚ぼた系料理のフランス版。鍋の火消し忘れてできたパイタンスープみたいな話だね。そうなの。石で焼いたことからフランス語で小石を意味するガレにちなんでガレットと名付けられたんだそうです。このガレットが時代とともに小麦に変更されクレープと呼ばれるようになったんじゃとさ。じゃじゃん、そば粉のガレット。ガレットの方が先なんだ、クレープより。はい、フランスでそばっちゅうのは意外だよね。そんだけそばは栽培しやすい作物ってことなんだね。いや、名簿美味しかった。パリパリのサクサク。もう日本のそばからは想像もつかないそばフォルム。そばの香りが感じられるものではなかったけどそばなのよね。やっぱりこれ10割なのかな。聞けばよかったね。バジルが効いててピッツァマルゲリータを食べてるようなテイスト。メボウキって何語かと思ったらこれ日本語だったんよね。バジルの和名なんだって。見た目魔女のほうきの形だからメボウキなのかと思った。そば食べに行こうとかっつってここに連れてこられたら結構キュンとさせられるんじゃないですか、女子的に。私ならそば好きだからそばっ気満々になっちゃってるからそば口返してよって言いたくなるもんね。ここって三条通りの南側沿いだから南三条だと思ってたの。したっけ、住所がね南四条西20丁目なんだよね。そうなんだ。あれと思ってね、三条通りを挟んで南も北も南三条じゃん通常は。ノルベサもドン・キホーテも住所は南三条だからね。36号線挟んですすきの側もたぬき工事側も南四条でしょ。したっけ。それは12丁目までの話で13丁目からは三条通りを境に南側は南四条なんだ。なんでだろうこれ。
いや知るか。不思議なんだよね。あと南3条から13条までだっけな。西19丁目が存在しないしね。西19丁目ないの？ないの。あと南10条西2丁目ね。南10の西言ったらパークホテルのあるところ。そう、その住所にあるのはなんと木下弥八郎くんの日だけなんだ。そんな大きい空き地あったっけ？それともそんな大きい石碑なの？日が大きいんじゃなくってこの住所が小さいんだ。これだけ？そう。あらま。5. Kita Sanjo Higashi 1. Soba de Kolo Shin Shuhan。三好のグループのお蕎麦屋さん。お昼時はサラリーマンの方がひっきりなしにいらっしゃる。ここはおでも昔からよくお世話になってんだよね。そうなの？意外。角煮煮卵丼セットが人気でね、おではもっぱら天丼そばセットだけどね。やっぱりそっか。安いもんね。安い。700円くらいだっけ？880円。うわ、やっぱ値上げしてるご時世だね。はい、こちらの夏メニュー梅やっこそばが気になりましてね。おお、いいね。冷ややっこが乗ったそばに梅天ぷらがちょこんと乗ってて、これおい天かすぶっかけたら最高じゃん。なかなかシュールな絵面のこちらのおそば。夏い夏にはいいわね。あれもとい暑い夏にはいいわね。だけどそばもちゃんとしてるのよね。もっとこれ展開してほしいわ。でもさ、餃子そばってのはさすがにやらんかね。三好のだからね。あればいいのにね。名物になりそうだ。冷やし餃子天おろし780円。どうだ？勝手に商品開発すな。私は水餃子そばかな。うまそう。でしょ。6. ニューヨーク。 Nichuyon Ken Hanayuzuki。 お風呂でそば言ったらここでしょ。そばが美味しいんだ。そうなの？は？どういうこと？うちから一番近い温泉はここしょ。混んでるから最近あんま来なくなったけどね。家のそばかい。でも結構本格的さらしなそばがあるようですよ。ってことで食べに来ました。食事だけでも OK ってことでね。この日は設備トラブルってなんと浴場は浴場せずレストランのみの営業だけど結構お客さん来てたね。ね、これちゃんとさらしな。ねえ、美しいじゃないですか。天かすプラス50円でたぬきにバージョンアップっていうのがいいね。よく見つけたね。普通に美味しいこのごぼう天気に入った。ねえ、ごぼう天いいね。平日のランチがめちゃめちゃお得だからまた来よーっと。天丼そばセット700円？安っ。これいいね。7. Higashi Sapporo Toria Kotto。 東札幌はなんと飯旅ーズ大好きベジさんのお隣のお店。焼き鳥屋さんなのかなと思ってましたが蕎麦屋さんだったんだよね。知りませんでした。資料を基調にした清潔感あふれるいい感じのお店。飲みたくなる感じだね。夜は焼き鳥屋さん的な？そうなのかもね。結構酒っぽい感じのお店。割烹着のおかみさんが一人で切り盛りしててね、意外な感じ。あら、いいわね。割烹着のおかみさんねえ、それがまた若い綺麗な姉さんでびっくりさ。なあ、また鼻の下伸ばしてたんでしょ。あれ見てたの？見えた。いやー、さっぱりしていいですわこれ。すごい綺麗。これ一人でやってんの？すごいわね、お姉さん。そばと一緒にレモンバキバキ食べてしまいました。さっくり揚がった鶏天もいいですね。しっかりコシのあるそば。これは暑い夏にですわ。一人なのに丁寧な仕事が見て取れる上品な印象のお料理。いいですね。とっくりにそば湯が入ってんのかなこれ。ね、と思いきやお出汁が入っててね。お出汁？落ち着いて飲めそうないい雰囲気だよね。しかも好物発見。コーヒー焼酎。わあ、大変だ。近所にあったら入り浸り系のお店でした。近所になくてよかった。このめんどくさいおっさん入り浸られたらもう大変だからね。ねえ、認めるんかい。 8. Today's Katsu Curry. Zenibako Salashina。 またカツカレーぶっこんできた。へへ。しかも新ネタじゃないじゃん。飯旅おなじみこすりまくりスキー系じゃない。銭箱サルシナさんは。だって蕎麦屋のカツカレーって考えてたらもうこのカツカレーのことで頭がいっぱいになっちゃってさ。
札幌じゃやっぱこれがナンバーワン蕎麦屋のカツカレーかなと。まあ、確かに美味しい。このシャキッとした感じの玉ねぎいいわよね。だろう、このカツカレーは蕎麦屋のカツカレー選手権やったら全国大会レベルだよ。そうね、北海道屈指よね。白い楕円形器だしね。そうそう、よくご存知って、はい、白い楕円形の器のカレーはうまいってね。いややっぱり美味しかったっすね。ちょっと甘いから七味を振りかけりゃ至福のカツカレー。それにしてもこの大猿やばいっす。すんごい量。誰？割と量少ないから大猿にした方がいいって言ったやつ。これ食ったら寒くなるなんてところか凍えるよ。凍えた、震えた。満腹感と寒さできつかった。全部食べたの結局。なんとか。すっげえ。9. Manami ni Jo Nishi 3. Maluyama Gelato. ちょっとなんでジェラートなんちゃって。そうよね、そばジェラ言うたらマルジェラさんだよ。はい、ダッタンぽよよぽよよ、ダッタンそばジェラートです。これ最高。丸山の閑静な住宅街で始まった丸山ジェラートさん。現在は24軒の裏路地に本店を構えます。日本人の口に合わせたさっぱりとしたジェラートが特徴で、美瑛の肥沃な大地で育った牛の牛乳を使い、素材にこだわったオリジナリティあふれるジェラートが人気なんです。他にないバラエティに富んだフレーバーがいいですよね。楽しい。ダッタンそばよもぎがおでのお気に入り。私はスパイシーチャイ、和栗、黒ごま、もちろんダッタンぽよよんぽよよん、ダッタンそばもね。スパイシーチャイもうまいね。ねえ、ダッタンそばジェラートを初めて来た時に食べて、もうそれ以来虜なんです。本店はちょっと寄りづらい場所かもね。もゆくが寄りやすいかも。10. Manami ni Jo Nishi 12. Shi no Ya. 西11丁目から徒歩5、6分にあります篠屋。いつ来てもすぐには入れない大盛況ぶりでございます。こちらも何度もこすっておりますけれども、グリーンお気に入りの店ってことでね、名店だからこすりまくっちゃうのも仕方ないっす。はい、ここに来るとね、日本人でよかったなって思えるお店の雰囲気で、札幌の中心地にありながら風情のある佇まいに落ち着いた接客、ちょっと大人になった気分を味わえるんですよ。十分大人ですけどね。いつもはせいろばっかり食べてるんですが、夏ということでね、スタミナ増強ネバネバ系で攻めてみます。グリーンは夏も冬も関係なくいつも冷たいそばしか食べないじゃん。まあね、気食いにも隣のマダムも納豆そばをご注文。めっちゃ納豆臭そうですな、その界隈。ほら、そんなことない。やっぱり美味しい篠屋さんのそば、盛り付けも涼しげ。このたくあんの食感がアクセントって斬新だったな。最近たくあんのっけるの流行ってるのかな。そう。おではやっぱり冷やしたぬきかな。迎えにいたおじさま2人も冷やしたぬき頼んでた。おじさんはなんでたぬきが好きなんかね。でしょう。いや欲するんだよ、大久保佳代子。あら、なんで大久保さん？なんとたぬき顔可愛い芸能人で第46位にランクイン。マジで。11. Abila. Soba Tetsu. やっぱりそば鉄さん、何かと何度も飯旅ではご紹介してきましたが。だね。おでの中ではもうそば屋の代名詞ですね。そばといえばここでしょう。というかそばの前にトウモロコシのかき揚げをイマージュ。8月になるの首を長くして待っておりました。なぜならトウモロコシのかき揚げデビューは毎年7月下旬から8月。もうええやろと思ってね、わざわざ来たんですわ、アビラまで。なのになぜまさかのトウモロコシまだすだち品切れチンということでね、はるばる早起きしてきたのにね。はい、ダブルチーン食らいました。くっそ。でもまた来れるからいいやね。今年は絶対どうしてもこれ食っとかにゃあかんねん。あら、どうして？なしても。Nashtema.
ということで今回はやっぱりたぬき顔好きなんで冷やしたぬき大久保さん。ギリいけるかな。いけるマジでなんか妻として微妙ね。じゃね。やっぱうまいね。どうしてこんなにうまいのかね。茹で加減、締め具合、水切り具合といい、おつゆのちょうどいい加減といい、そば湯の餅入ってるみたいな加減といい、パーフェクトそばだよね。餅入ってんだ。入ってないっつうの。そば粉を足してくださってんですかね、これ。ああ、なるほど。それでオープン直後でもあんなトロットロそば湯なんだね。多分ね。美味しいよね。そば湯自体がもうあんこ入れたら超うまいんじゃないかな。やめてへんなアレンジ。この映像は去年すだちそばをいただいた時のもの。今回は残念ながらすだちが品切れしちゃっててね。はい、めちゃめちゃさっぱりしております。でもやっぱりそばだけじゃちょっと物足りないな、おじさんたちは。ねえ。なんか天丼とかおにぎりとか欲しちゃう。なんならこの後びっくりドンキー行くみたいな。いいわね。そばからのビクドン。いいんかい。行くJakaino Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Kondokoso Gelatos Hokkaido des. Otanoshimini. See you soon. そばかうどんかって言うたら昔からそば派なんだけども、やっぱりあったかいそばの方が多いかな。真夏でもホットコーヒー派だからさ。ほんと夏でも飲んでんね。要は暑くないよね。はい。手打ちの美味しいそばだと冷やしでいただきますけどね。夏に食べたい飯ベスト3。はい。第3位はそばかな。第2位、はい、焼肉。仁仁義のが多いかなこれはね。そして1位はカツカレー。いやそれって夏に限ったことじゃねえだろうが。本当に実はね毎日食べてる。年中好きです。季節関係ない。ちょっと食べ過ぎて腰が引ける時もありますけどちょっと最近引けてますか？いや美味しいのばっかりだったらいいんだけどね。なかなかね。濃いドロッとしたやつが続くともう本当にきつくなりますね。はい、この暑い時にはきついですね。はい星一徹出ますよ。はい。バカバカ気をつけてください皆さん。おっかない。私はね第3位スリランカリー。いいでしょ。夏にいいね。辛さがね。辛さがたまる。シャバスキッとしたカレーがいいですね。いいですよ。美味しい。ドロッとしてないからね。ドロッとしてないです。ドロッとはあったことがないですね。スリランカレーには。甘くねえしね。第2位ジンギスカン。やっぱそうだ。やっぱ夏はジンギでしょ。だね。夏はジンギとビールでしょみたいな。はい。そして第1位お蕎麦。もう年中食ってますけどね。本当にあれですね。そば、うどん、そうめん、スパゲッティの順番で全然生きてきますね私。麺ばっかり。うめんでー。旦那イケメンだし。否定はしない。なんか悲しい。後ですごい怒られるから否定はしない。